皆さん、こんにちは。今日は3ヶ月目までのダイエットの報告をしたいと思います。0日から60日まではこちらの動画の方で、経過報告してますので、よかったら興味ある方はご覧ください。見てくれると嬉しいです。で、この1ヶ月60日目までから90日目、60日から90日の間に関しては、私はお腹にフォーカスをすることにしました。私は結構その肋骨とこの骨盤の間が結構狭いタイプなので、結構こう寸胴っていうんですかね、こうスッてなりやすいタイプなんですけれども、やっぱりくびれ欲しいじゃないですか。ということでちょっと頑張ってエクササイズをしてみました。私はウエストにはちょっとこだわりがあって、その腹筋バキバキでシックスパックっていうよりかは、どちらかというとちょっとこう脂肪が乗ってて、少しうっすら脂肪が乗ってて、あとくびれがあって、一番のポイントはこのなんていうんですか、縦のライン、11ラインっていうんですかね、11ラインが欲しいっていう、それが私の好みです。それを作るために今回はちょっとエクササイズをして頑張りました。腹筋バキバキっていうのがあんまり好みじゃないので、基本的な腹筋運動っていうのはやってません。例えばこういう、なんていうんですかね、よくあるこうやって、こう頭を起こしてやるやつあるじゃないですか。そういうのは全然やらないで、違うエクササイズの方をやりました。それは後でね、ビデオで紹介したいと思いますので、よかったらそこまで見てください。それでは、まずは体の状態を見ていきましょう。どうぞ。はい、これが3ヶ月目の体です。だいぶね、このくびれが出てきて、自分史上自分史上最高のくびれじゃないかなと思ってます。あとはさっき言ってた11ラインですね。それもだいぶ出てきているので、こうくっきりね見えるようになってきているので、別に誰に見せるわけでも何でもないんですけど、お風呂入って服脱ぐ時とか、まあちょっとね鏡見たりする時にちょっとやったーっていう感じになってます。まあ自己満足の世界ですね。一番初めの Day1 と比べるともう明らかに全然違うんですけれども、2ヶ月目の60日目と比べてもだいぶねくびれの方できてきたんじゃないかなと自己満足しております。あとそれと同時に感じているのは、アンダーバストがちょっと小さくなってきたかなっていう感じですね。肋骨が締まってきたのかもしれないですねっていう感じで、こうなんていうんですかね、スポブラしててもなんか余裕があるなっていう、ここの下のところに余裕があるなっていう感じ、同じブラジャーなんですけどそういう感じがあるので、ちょっとそういう効果もあるのかなって思ってます。はい、それでやったことはたった2つです。で、1つ目はこうやって自分をまずハグします。で、ハグして後ろはこうなんていうのかな、この羽のところ、ウィングのところをギュッて、肩甲骨だよね、肩甲骨をこうやってギュッて持って、お互いね両方ギュッて持って、でそのままこう横にこうやって揺れていく感じですね。なるべくその時にこの骨盤がこうやって動かないで、このままこうやって横に揺れていく。で、こうやって横に行った時にこっち側をしっかりフォーカスする。で、こっち行った時にここの横のところにフォーカスして、できたらこうやってフーフーフーってこう一回一回横に行った時に息が吐けるととても効いてきます。これを朝だいたいもう起きてすぐに100回、もう100回とかは結構すぐなので、もうこうやってるとすぐ立っちゃうので、意外に簡単にできると思います。で、私これ初めこうやって後ろの肩甲骨に結構手が届かなかった、もうこんな感じだったんですけど、なんかやってる間にこうやって手が届くようになってきたので、もしね皆さんやるってなった時に手が届かなくても全然大丈夫だと思います。
それで2つ目は昔多分よくやったと思うんですけど、子供の頃にこうやってふーって息吸ってここをへこまして遊ぶみたいな遊びを私はよくやったんですけど、それをやりました。やり方、これはちょっとご飯を食べてからだととても痛かったりするので、ご飯を食べる前ですね、何もものが入っていない状態で、私はやっていました。もう本当やり方は簡単で、ちょっと見てもらった方がいいかな。どっかに手をついた方が多分やりやすいんですけど、こう手をついて、でふーって吐いて、They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. で、いや感じです。別にあんまり長くやる必要はないと思います。すいません、喋れなくて。で、これやるともうなんか感覚的にはこうグッて下に落ちてた胃とか腸とかこの内臓がグッて上に上がってくるような感じになるので、やった瞬間ここのなんかウエストが細くなるというか、こうくびれるというかで、よく私このスポブラ着ているんですけど、ここが結構ね緩んできます。やった瞬間なんか隙間空いたみたいな感じになるので、多分これは一時的ですけど、毎日やることで毎日やることで効果があるのかなと思って毎日やってました。もう朝にこの2つやるぐらいなので結構簡単にね続けられてました。あとはよく歩いてどっか用事がある時は足で行って、車はあまり使わなかったりとか、そうだな、筋トレは3日に1回ぐらいの頻度ですね。で、お尻と足中心に、やってました。だいたいそうだな、1回15分から多くても30分ぐらいの間で筋トレをやってました。もうこういうね、腹筋に関しては今説明したやつしかやってないです。もうこういうしんどいやつは一切やってないです。もう私の場合結構それやると、一回やったことあるんですけど、こっちの動画多分見てもらったら分かると思うんですけど、結構ねバキバキになるタイプなので、あんまりねこういうガーってしんどい腹筋運動は全然やってません。あとは水っていうかドリンクはよく飲んでました。水っていうよりはこれみたいになんかこうボトルに水入れてティーバッグ入れてっていうような感じで、見えるかなこの普通の緑茶です。普通の緑茶をこうやってちょっとね喉乾いたら、ていうか喉乾く前に結構もうどんどん入れてました。なんかすごく暑かったので、もうめっちゃ水は飲んでましたね。あとはこっちに紹介するんですけど、なんかこのサバスちょっと発音わかんないんですけど、このザバスと、あとこのミチョっていうんですかね、ミチョにすごいハマって、これ2つをこうやって混ぜて毎朝ね飲んでます。夜にもね飲むことがあります。これは単純に私が好きでハマって飲んだっていうだけの話です。ご飯は普通に食べてます。ということで3ヶ月目の報告はここまでにしたいと思います。いかがだったでしょうか。まだねこれからどんどんね自分が気に入る体になっていきたいと思うので、体とあといろんなところもねちょっとメンテナンスしなきゃいけないなとは思うので、その都度動画で紹介したりとかできたらいいなと思うので、紹介できたらいいなと思います。ではこの辺で終わりましょう。バイバイ。